It's Lily. Happy Saturday. How are you? 先月、海外観光客が日本に来て驚いたことという動画を作りました。今回は観光に来た外国人の目線からではなく、日本に実際に住んでいる外国人の目線からお話ししていきたいと思います。日本に住んでいる外国人は一人一人違う体験をしています。外国人が日本に住んでびっくりしたことや、長く住んでもなかなか慣れないものをいくつかご紹介したいと思います。私は日本生まれ育ちなので、これから話していく内容は私の視点からではありません。外国から日本に来て住んでいる人、もしくは住んだことのある人にいろいろ話を聞いて、今回の内容をまとめてみました。彼らが実際に日本に来て体験したことや経験したことについて話していきたいと思います。主にアメリカ人やカナダ人の視点から話します。今実際に日本に住んでいる外国人の数は266万7199人らしいです。今回の内容はその中のたった数名の意見について話していきますので、日本に住んでいる外国人の全ての意見ではないことだけを見ながら覚えておいてください。では早速 Let's talk! 今回は大きく2つのパーツに分けてお話ししていきたいと思います。前半は日本に住み出した頃驚いたことやびっくりしたことについて話していきます。後半は長く日本に住んでもなかなか慣れないものや驚くものについて話していきます。では最初に日本の道について話していきましょう。最近人気になったみたいですが、海外では軽自動車はとても珍しいです。日本では車が小さいだけではなく、道もかなり狭いです。大きい車や広い道路に慣れている外国人にとっては、日本の小さい車と狭い道はとってもびっくりです。長く住んでいる人は全く気にしなくなりますが、最初はとても怖いと感じる人も多いみたいです。道の狭さだけではなく、右ハンドルにも慣れないといけないです。ヨーロッパの多くの国は皆さんご存知のように日本とは反対です。よく運転する方だったら道の狭さや右ハンドルにすぐ慣れますが、まだ慣れない頃は反対側車線に入ったりすることも珍しくありません。右？左？どっちだっけ？ってよくなるみたいです。危ない！ It's dangerous! 次、日本の祭りについて話そう。日本に来たばかりの外国人は日本の祭りや花火大会に驚く人が多いみたいです。アメリカやカナダではカーニバルだったり花火大会は時々ありますが、日本ほどではありませんし、日本のレベルとも全然違います。日本では小さな町でも年に一度はお祭りありますね。町の全員が一緒になって祝う祭りにとってもびっくりしますし、感動する外国人が多いです。海外では絶対に経験できないので、短期間しか日本に住んでない方には必ず祭りに行くように勧めてます。次は日本のクリスマスについて話しましょう。日本ではお正月やお盆だけではなく、他の国や宗教のホリデーもお祝いします。キリスト教ではなくても、日本人の多くの方々はクリスマスをお祝いします。欧米の場合、家族の習慣や宗教ではないホリデーはあまり祝うことはありません。外国の場合、多分クリスマスは宗教として見ていて、日本人はクリスマスなどそういうホリデーは習慣だったり、そのお祭り感覚で見ていると思います。クリスマスを祝うのももちろんびっくりする人もいますが、何より祝うスタイル、その祝い方に驚く人も多いです。日本ではケンタッキーを食べたりクリスマスケーキを食べたりしますね。とっても楽しい習慣です。
初めて日本に来て住んだ外国人は驚きます。聞いた話ではドイツではクリスマスケーキ食べます。ただしアメリカやカナダではほとんど食べません。そしてアメリカではチキンではなくクリスマスは七面鳥 Turkey を食べるのが一般です。クリスマスシーズンになるとホームシックになる外国人ももちろんいますが、日本に来てクリスマスの新しい祝い方を学んで楽しむ外国人もたくさんいます。次は日本のフルーツについて話しましょう。アメリカやカナダではフルーツを結構食べます。いつでも 2,3 種類あるのが一般です。もちろん時期や場所にもよりますが、最初に日本に住むとき、日本のフルーツの値段に驚きます。メロンが3000円？なんで？ブドウもイチゴも高い。日本に引っ越した時、手頃なフルーツが恋しくなる外国人も多いみたいです。日本のフルーツはとても高いですが、クオリティもとってもいいですね。日本に初めて住んだ時、なんでこんなに甘いの？美味しいと感動する外国人も多いみたいです。次は日本のプラスチックについて話しましょう。日本ではバナナ1本でもプラスチックつけて売ります。アメリカなど多くの国の場合、プラスチックなどをつけずに果物を売ったりします。エコムーブメントが流行ってるので、そういう影響もあると思います。もちろん日本ではスーパーにエコバッグを持って買い物する人も多いですが、コンビニなどビニール袋をまだまだ使っている場所は海外より多いと思います。海外から来た観光客もそうですし、日本に住んでいる外国人もそうですが、プラスチック多いねと驚きます。街中にゴミ箱あんまり置いてないからしょうがないっちゃしょうがないっていうのももちろんわかりますが、一応海外から来た人はそういうの結構気になるみたいです。次は日本の地震について話しましょう。もちろん国籍関係なく大きい地震は誰でも怖いですよね。場所にもよりますが、地震が起きない国が結構あります。そういう場所から日本に引っ越してきた場合、日本の地震にとっても驚きます。学生の時、留学生の友達のクラスメートがいました。彼女は日本に引っ越す前、一度も地震を経験したことがなかったそうです。たとえマグニチュード2とか3の小さい地震でも結構驚いてましたね。卒業する頃はだいぶ慣れてましたが、やっぱり 2,3 年かかったそうです。台風も同じみたいです。年に1回どころか連続で来る時も普通にあります。日本は震災は結構多い国ですね。次は日本の病院や医療について話そう。本当に国によりますが、欧米などの場合、風邪とかで病院に行きません。特にアメリカはそうです。医療保険が高いからなかなか行かなかったりすると思いますが、もともとそういう習慣もあまりないです。日本に引っ越してみんなが病院やクリニックに行く頻度に驚く人が多いです。もちろん人にもよりますが、日本ではちょっとの熱で病院に行って薬もらう人も多いですね。日本の保険が安いっていうのも一つ大きな理由じゃないですかね。気楽に行けるっていうのはとっても大事なことだと思います。では後半です。長く日本に住んでもなかなか慣れないものや驚くものについて話しましょう。その前に一つだけお話ししたいです。時々文化の動画で日本の文化をバカにしないで、他の国の価値観を押し付けないでというようなコメントが来ます。私は日本や他の国の文化をバカにするつもりは一切ありません。他の国の価値観や考えを押し付けるつもりもありません。こんな考えの人もいるよ。文化の違いって面白いねって伝えるのが動画の目的です。それだけ知ってほしかったです。では本題に戻りましょう。日本語について話そう。日本語は本当に難しい言語です。世界の最も難しい言語トップ3に入るぐらいです。
数年間日本に住んでたとしても言葉をなかなか覚えられない人もたくさんいます。言葉の意味をつかめたとしてもニュアンスがなかなかつかめなかったりします。ドンマイとかファイトのようなカタカナ英語にも驚く人がたくさんいます。英語っぽい日本語だけど使い方が英語とは全然違うので混乱したりするみたいです。日本語は本当に難しいですが、来たばかりの人と長く住んでいる人でも勉強している友達がたくさんいます。みんな頑張って覚えようとしてます。次は日本の夏について話しましょう。日本の夏に驚く外国人は大変多いです。夏の高い温度にも驚きますが、特に驚くのは日本の夏の湿度です。もちろん他の国にも蒸し暑いところはありますが、日本ほどジメジメしているところは珍しいみたいです。日本で過ごす最初の夏はかなり大変みたいです。暑いのもきついですし、汗が全然止まらない。長く住んでもなかなか慣れないですね。私こっち育ちですが、未だにきついです。日本人と外国人の体は全然作りが違うので、汗かく量や汗かく時の匂い、菌なんですけど、その匂いが全然違います。汗かいても全然臭くならない日本人はとっても羨ましいです。英会話のレッスンだったり農作業で忙しい時は1日3回ぐらい普通に冷たいシャワー浴びたりする時もあります。日本の夏本当にきつい。でも好きです。次は仕事について話しましょう。多くの日本人は朝早くから夜遅くまで仕事をします。お父さん、時にお母さんも休みの日以外家族と過ごす時間がほとんどないという家庭が多いと思います。もちろん国や状況にもよりますが、欧米では仕事は9時から5時までという考えは未だに一般です。仕事終わったら帰ってのんびり家族と過ごすのに慣れている方が日本の会社に勤めた場合、かなりびっくりします。残業など今まで経験してこなかった日本のノーマルになかなか慣れない人がいます。残業は当たり前だったり、仕事は一番というふうに思う外国人はなかなかいません。当たり前ですけど、育った国や文化によって仕事に対する考え方が決まります。次はマナーについて話しましょう。国が違うと当然マナーが違います。国によって食事のマナーは全然違いますね。例えば欧米では食器を持ち上げたり音を立てて食べるのは大変失礼です。日本ではそんなことありませんね。スープ飲む時やラーメン食べる時、音を立てて食べますし、逆に音を立てないで食べるのは結構難しいと思います。外国から日本に引っ越してきた人は日本の食事マナーに最初は驚きます。長く住んだら慣れていきますし、人によっては麺をすするようになったりもします。ただ中にはどうしても慣れないっていう人もいます。もう一つなかなか慣れないマナーっていうか習慣があります。日本では太った？痩せた？と聞くのは普通のことです。自分から最近ちょっと太っちゃったんだよねっていうのも普通のことです。国によっては体重について話すのが失礼な場合があります。欧米ではちょっと太ったと聞くのも大変失礼です。そういう国から日本に引っ越してきた場合、もちろん驚きますし、長く住んでもなかなか慣れない場合があります。どっちかがいい、どっちかが悪いって言ってるわけではありません。ただ違って面白いですね。文化って本当に面白いですね。まだまだいろいろありますが、今日はここまでにしましょう。価値観やマナーが違って面白いですね。いかがでしたか？想像通りでしたか？びっくりしたものもありましたか？ぜひぜひコメントの方で感想など聞かせてください。皆さんも海外に長く住んだことありますか？長く住んでもなかなか慣れないことは何ですか？ぜひぜひコメントの方で教えてください。いつも動画見てくださりありがとうございます。暑くなったので熱中症にならないように気をつけていきましょう。では次の動画でお会いしましょう。Have a nice day! See you next time! Goodbye!